鋼の包丁が錆びる原因は2つしかなくて、2つ、いや、さあ、奥の方に来まして、じゃあここがもうキッチンというか、はい、ここのお店はなんかいろいろありますね。入りたてのところは分化してて、ほんで研ぐところを見て奥にこれがある。キッチン本当に普通のキッチン。めちゃめちゃええキッチンよ。ねで実際ここでワークショップ等々してある。ワークショップもそうですし、食のイベントですね、プロの料理人さんにここに来ていただいて、お料理のお勉強していただいたり、料理人の意図することをお話を聞いたり、学んでいただきながら食事をしてもらうという空間を使ったりとか、若手の料理人さん、するとこないとわからへんよね、一回チャレンジしてもらうキッチンで、実際にお客さんもやって、食材集めて、価格を考えて、でそのいろんなことを考えてないとできないよね。それを実際にやってみて、もしね、失敗したら経験にもなるし、もしうまくいけば自信につながるでしょ。そしたらやっぱ俺は来年独立しようとか、そういう場面がないでしょ。そういうところのチャレンジするキッチンを使っていただいて。幅広いですね、用途が。そういうのもじゃあ、ホームページを見ていただければ案内してます。さあ、そして包丁をね用意してくれてますけど、ご家庭での包丁の、お手入れ方法を教えてもらおうということでございますが、どんな感じでしてありますか？鋼の包丁でしたら、皆さん錆びるから、毎日砥石で研がないとどうせ使えないでしょと思われてますけども、そんな難しいことではなくて、鋼の包丁が錆びる原因は2つしかなくて、1つは汚れ。もうあなた食材とかで多いやね。1つ汚れ。もう一つ汚れの方が何かあります？錆びる原因の汚れは確かに汚れてるから錆びるんです。じゃあ2つ目、愛情が足らん。これは3つ目やね。3つ目です。3つあったわ。3つあった。ほんなら汚れとは何ですの？汚れとね、水分なんです。だからその2つしかないんですよ、理由は。錆びの原因は。でその2つをきちっとしてたら大丈夫。防ぐように使ってたら、どなたでも使えるという。横に布巾かタオルを置いといてもらって、お料理されてるときは、まめに吹きながら、シュッと吹いて、包丁パッと触るときは、カップの料理屋さんが行ってお話しされてるときに、そうですね、言うてこれを吹いてこうやったのが、あれそこが暇やから吹いたの途中で、その都度水分と汚れをスッと吹いてはるんですよ。それは別に技術も何もいらんね。そのようにまめに吹きながら使うんやなと思って吹きながら使ってもうたらいいやな。まずそれはどなたでもできますね。あとのその結局汚れはその拭くだけでは最終的には取れないので、それを防いでいただくのは晩終わられたら当然まな板とか器がどなたでも現れます。その現れてる時に包丁についてる1日分の汚れをですね、クレンザーとかフォーミングとか毛混ぜが入ってる。これで磨き洗いをした。それも別にそのどなたの技術も何もいりませんから、もう普通にこうして洗いで時短と当てて、でクレンザーを落としてこうするだけです。これ誰でもできます。簡単ですね。でよくこれを話をすると、じゃあ家には洗剤でやったらいいんやなって言われて、洗剤ではないです。そこではない。洗剤はお肉を切った時とか唐揚げを切った時の油分は取れますけども、野菜のアクとか汚れが取れないんです。そうなんですか。でこれには研磨剤が入ってる。でこれでこう磨くことによって微妙に削れるんですよ。衛生的にもいいし削れるから切れ味が長いんですよ。でこれ英語のクレンザーにそして水で流して拭いてもそれだけです。もうそれで問題なく、それをうっかり錆びてきたかなと思ってもそれで取れます。私がもっと気になるちょっとこびりついた錆びがあるとか気になる人はうちはこうキッチン消しゴムを作ってるんで、キッチン消しゴム言うて言わはりましたけど、これは研磨剤を固めてるんです。だから消しゴムみたいにちょっと弾力ありますね。ちょっと柔らかい消しゴムっぽいでしょ。でこれで今のようにこうして、これでこう磨くのです。これも誰でもできます。やっぱり砥石をこうてくれはって砥石で研いでくださいね、ハードル高いでしょ。いや難しそうですわ。これは誰でもそんなのこうするだけですから。で少々錆びてても焦げついたお鍋でもきれいなんですよ。これおいくらしますの？それは930円。じゃあそれをしてたらもう一生となんでいいかということではなくて、よくテレビチョッピングの中で永遠の切れ味ってやってるけどありますね。ものはないんです。刃先中が当たって摩耗して刃先で厚みができる。それで食材というとやっぱ抵抗がある。それを砥石によって削って薄くすると食材に抵抗するのがスカッと切れて素材が生きるというゲーム。
それを毎日そんな研ぐ必要はないんですよ。錆びないように拭いて汚れをこれで取っておくだけで、けれども永遠ではないので少しずつ切れ味が落ちてきますよ。じゃあやっぱ何ヶ月かに1回ぐらいを研いであげた方が、切れてる時にちょっとそれは砥石で研いであげた方がいいよという。でそんなんもご自身で何やな大変や難しいわ言ったら師匠のとこ持ってきてくれたら、そうですそうです。それでもくれたし、研ぐのはおいくらぐらいやってくれますか？研ぐのは大体家庭用の包丁で2000円とか2500円、状態にもよりますよね。師匠気になったのはね、師匠こんだけもうめちゃめちゃ包丁にも詳しいし、すごいもう技術を持ってあるけど、そもそもなんでこんなことをしようと思ったんですか？大学を出て1年間、海外に行ってたんですよ。私はプロのスキューバダイバーなんですよ。またなんかまだ包丁のほの字も知らない時なんで包丁のこの字覚えなかったんですか？オーストラリアに行ってスキューバダイビングのインストラクターになるまでに、お金がないからジャパニーズレストランで働いたんですよ。その時に私は別に料理もできるわけではないけれども、向こうの王子が、私らがシャリのネタを合わせたやつらを食べて美味しいって言うんですよね。そこでやっぱ日本の食文化とか伝統文化の素晴らしさを感じたわけです。だからずっと京都人ですから、ずっと京都にいてたらそれは感じるね。海外見て客観的にその日本食を見た時に、日本食ってすごいなと、日本の食文化とか伝統文化とか思って、それは流れて、スキューバダイビングのインストラクターをしてたんですよ、1年間。でもうそれも終わって、で帰ってさあどうしようかっていう時に、日本食っていうのはすごいなと思った。普通なら料理人になりますよ。そうですよね、今の流れやったら料理人ですよね。料理人はもう相手すぐいますやん。絶対歯が硬いから。これはと思った。だから京都だったら陶芸家とかね。これもこの食のね、器やから。関係してますよね。それだけで食べられる職人ってなかなか少ないな。で、ずっと考えると、そうやよ。また食材に一番最初に触れるのは包丁の刃で、素材を生かすっていうのは包丁で、陶芸家みたいにね、包丁家みたいな人がいないじゃないですか。ここにこう機械を私が思ったんです。ひらめいたわけですね。で、包丁屋さん帰ってきて包丁屋さんのものを叩いて修行させてもらう。そういう流れ。いやでもいろんなお話聞けましたね。すごいなんかボリューミーすっごい話のボリューミー、興味深いお話ばっかりでございました。ということで師匠の匠認定でございます。ありがとうございます。では最後にですね、師匠にとって匠とは？同じことをずっと淡々と続けられることができる人かね、私が思うに。鋼かな、技もトークも切れ味抜群。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。